はい、こんにちは、なぎこです。今回の動画は、Xiaomi Japan さんの提供でお届けしております。Xiaomi さんがですね、最新のフラッグシップスマートフォン、Xiaomi 15シリーズをローンチされたということで、なんといち早くこの Xiaomi 15こちらを一足早くお借りしております。数ヶ月前に Xiaomi 14T Pro っていうスマートフォンの動画を制作をさせていただいたんですけど、その Xiaomi 14T Pro とか、あと Xiaomi 14 Ultra とかと同様に、この Xiaomi 15シリーズにもライカ共同開発のカメラが搭載されてます。いやー、期待できますね。14T Pro もめっちゃ良かったもんな。はい。で、今回はせっかくなので、この後、沖縄の北部にある今帰仁村に行って、旅の模様をこの Xiaomi 15でいろいろと写真に収めてこようと思ってます。楽しみ。はい。ではでは、行ってきます。到着。うわー、美味しそう。よいしょっと。せっかくなので、露天風呂入りに行きますよ。ちょっとね、本当に、この週末は沖縄でもレアな寒さらしくて、なかなか寒いですが、全然東京の昨今の寒さに比べれば何も問題はないです。わあ、すごい。
ようやく晴れてきた。今日は津和吹の都さんに泣き人のいろいろ案内していただきます。楽しみ。ようやくちょっと晴れてきたので。ほとんどの資料がないですよ。ほとんど明治政府がああだこうだ決めたことですからね。で戦後へこんでる。初めてじゃないでしょ。ミームングスク。へえ。これ発見された時草に覆われてね、崩れたのを修理したらこういう形。A さん、B さん、C さん、D さんの一族もで、ここに名前書いたんですよ。水の2.2、これ2.7倍。ちょっと待って。当時は紐で赤かったんじゃないですか。ここからいるいる。何にもない。そう、ヌーン電子と言いますね。ヌーン電子。この先生言ったら、この子。なおさん。青空の島。あれ全然島じゃなくて、ただただプカプカ浮いてるだけなんだ。そうそう、今から全部ここが。谷川製茶4代目211です。じゃあ。今ちょうど30。光目にちゃんと味がするように。人が個人的に好きなので、こういう部類ですね。第一印象強すぎて、第一印象好きとか、こっちが美味しいとか。はい。というわけで、この Xiaomi 15、いろいろここまで写真を撮ってみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
ですね、個人的にまず思ったことは、すごい収まりがいいサイズ感だなって思いましたね。Xiaomi 14 Ultra とかも使わせていただいてて、今回も、Xiaomi 15シリーズは、15 Ultra、さらにこれより上位の機種も、一緒にリリースされてるんですが、やっぱね、ちょっとウルトラは私が普段使いするにはちょっと大きいなって思ってしまうんですよね。でも15はちょうどいいサイズ感だなって思いました。カメラはこの通り、以前レビューさせていただいた Xiaomi 14T Pro と同様トリプルカメラになっています。で、ライカ共同開発のトリプルカメラは全てが5000万画素。で、焦点距離は超広角の 14mm、広角の 23mm、望遠は 60mm となってます。で、カメラアプリ内はこんな感じで、カメラは 0.6 倍、1倍、2倍、2.6 倍、5倍という形になってて、2倍と5倍はデジタルズームになってますが、全然問題なく使えます。で、使ってみて思ったのは、望遠側のカメラが 60mm なんですけど、60mm がすごいいいなって思いましたね。最近私カメラで 65mm のレンズよく使ってるんですけど、それに近いっていうのもあって、やっぱ 65mm になるとパースもつかないので、テーブルフォトとか撮るのにもいいですし、何かと私はこの 2.6 倍 60mm のカメラをここまで対応したなっていう感じがしてます。で、このカメラに関してなんですけど、以前レビューさせていただいた 14T Pro と同様に、このカラーのスタイルっていうものが2つ選べるようになってます。それが、ライカオエスエンティックとライカバイブラント。で、絵作りの雰囲気みたいな部分は、正直14T Pro とほとんど変わらないなという印象で、スタイルの他にフィルターっていうものも入っていて、これもライカ共同開発のフィルターがいくつか搭載されてます。これはもちろん選択しないで、このデフォルトのオリジナルの状態でも使うことができるんですけど、モノクロだったりとか、あとはもう少し色味をナチュラルにするフィルターだったりとか、これもね、いい感じのフィルターが揃っていて、フォトのスタイルに関しては、撮影時に必ず選択しなきゃいけないんですけど、フィルターは後で撮影後に編集の段階で適用することもできるっていう感じです。はい。で、スタイルとフィルターの関係が結構わかりづらい気がするんですけど、ライトルームで言うと、プロファイルとプリセットの関係性に似てるかなって思いますね。はい。多分ライトルーム使っている方だったら、ああ、なるほどってなるんじゃないかなと思います。あと今回はほとんど使わなかったんですけど、このファストショットっていうのもライカ共同開発のカメラらしい機能で、ファストショットモードに入れると、まず焦点距離をこう設定する形になって、さらに選んだ焦点距離によってカメラにこうやってブライトフレームが表示されるんですよ。ライカ、M 型ライカ使った方のある方だったらご存知だと思うんですけど、こうやって選ぶレンズの焦点距離によって、この表示されるブライトフレームが変化するんですよね。で、さらに、オートフォーカスでも使えるんですけど、レンズの焦点距離と、どこにピントを合わせるのかっていうのを距離で設定できるようになります。なので、まるで M 型ライカで撮るような撮影体験が楽しめるっていう、なかなかユニークな機能になってます。ストリートスナップとかで使うと面白いと思います。で、こんなにコンパクトな本体なんですけど、バッテリー容量が 5240mAh となかなか大容量のバッテリーを搭載しているので、これだけ1日カメラアプリ立ち上げて使ってても 50% ぐらいまでしか減らなかったですね。で、なおかつ 90W のハイパーチャージに対応しているので、いざバッテリーが減ってきて不安になって充電した時も充電が早い。やっぱその安心感はすごいあるなって思いましたね。ただ、一つ難点を挙げるとすれば、やっぱりフェリカがついてないこと
かな。はい。とはいえ、ここ今、沖縄のナケジェンソンでは、正直フェリカがついてなくても何も問題はないので、ほぼほぼこの Xiaomi 15をメインスマホのようにして、これ1台でほとんど行動してた感じでした。今これお借りしてるデバイスなんですけど、私SIM カードとかも入れて、ほんと普通に自分のスマホのように使わせていただいてるので、全然これでいいなって、全然これでいいなって言い方はどうかと思うんだけど、これがいいなって、これメインスマホにしちゃうのもありだなって普通に思いました。うん。いやー、しかし本当にマキジンは静かでいいところです。静かで、歴史もあって、これが愛。なるほど。結構瀬戸麹島とかうん。南城市とかになるとキューティーくんがちゃんと祠っぽくなってるんです。蘇州滝のが天然記念物になったのもね、この石灰岩とうん。混じってるんですよ。1枚ずつバナナの葉がめくれ、1人しか出産しないから1人だけ。じゃあお世話になりました。ありがとうございます。また。ありがとうございます。お元気で。はーい。開けた。はい、ありがとうございます。また。はい、お元気で。